盆栽からしたらもったいない。松盆栽生産日本一の高松の盆栽園、北谷4004代目北谷隆一です。今回のテーマは枝の切り戻しです。切り戻しといったら何なんだっていうことなんですけども、単純に言うと、長くなりすぎた枝を切って、その部分を短くすると、単純にそれだけのことなんですけども、その時のやり方、そうですね、やり方のそのいい方法というかね、こうやればうまくいきやすいですよというような、そういうお話をしていきます。じゃあ早速その実演をしながら説明させていただきます。まず剪定する時はなるべくこの木もいろんな枝ありますけども、一区画ずつ見ていって、あんまり全体ばっか見るとね、もう目が散ってね、なんか作業も散らかってしまうんで、まずは焦点を例えばこの枝だけに当てると。でこの枝を見た時に、輪郭が大体、パッと見てこんなぐらいかなみたいなね感じに、自分の感覚でもう行くしかないんですけども、こんな感じかなともう当てをつけます。だったらその中でこんな感じかなって言ってる時に、これがあるとちょっと飛び出てるなと思ったら、切ってしまえばね、もう後戻りできないんで、ちょっとね手で優しくね、葉っぱあんま折らないように、もしかしたら残るかもしれないので、こうちょっと隠してみるんです。こうやってね。だったらちょうどこれがなくても、綺麗にここ輪郭取れてるなと。なんなら枝ってね、どんどん勝手に長くなるんで、ほっとくともう本当にだらっとしたもう枝になっちゃうんで、なるべく定期的にはもう、切り戻しですわね。これをした方がいいです。だからこう輪郭を乱してる長い枝がおれば、もうね、もうドンといくんです。だったらここが輪郭整ったかなと。でだからもうそうですね、剪定でもそうですけども、少々この内側にちょっとでも芽が折ればね、結構外側の枝は取っちゃって大丈夫です。だから今ここでこう隠して切りましたけども、例えばもう一段階内側に行ってもええんでないか言ったら、例えばこうねちょっと隠してみて、この輪郭でもええなと、そんな感じで見ていったりとかしてあげたら、長すぎた枝とか、飛び出してる枝みたいなのが分かりやすいんじゃないかなと。であともう一箇所としては、さっき輪郭乱していた枝を切ったんですけども、これ幹がね、やっぱこの枝があったら見えないみたいな時があるんで、こういう時はこれもね、さっきと同じようにちょっとこう隠してみてね、これなくてもいいなみたいな判断がついてからこう切ってやったりとか、これもちょっと飛び出してるなと思ったらちょっと隠してみてね、いらないなっていう、慣れてくるとそんな作業せずにね、パッッと分かるようになるんですけども、慣れないうちはちょっとなんか布でも手でも何でもいいんですけど、隠してみているいらないの判断みたいなしたら、間違いがないかなと、安全策という。この芽もねちょっとまだ幹隠してる、こんな感じだったら幹が見えて、この木のいい部分がちょっとまた見えてね、いいかなと。さっきも言いましたけど、外側の芽はね、内側に代わりの芽がおれば少々切りすぎてもそんな失敗になるようなことはないんで、思い切ってやってみてもらっても大丈夫です。内側におらん枝は思い切ってやると良くない場合もあるんで、そこは内側に枝がおるかどうかを一つ見ながら、そこだけ注意してもらって、今日この切ったのは、この部分の輪郭を乱してる木をこう枝を切ったのと、ここの正面の幹を隠してる枝を切ったんですけども、こういう細かいとこですけども繰り返して、全体まず一つずつ剪定していったり、必要のないとこは剪定しなくてもいいんですけども、そういうのを繰り返していけば、本当はね上から見ていく方が、螺旋状に見ていく方がいいんですけども、そういう繰り返して下まで行った時には
だいたい綺麗な形になってるようななってたらまあ正解というかで、そうですね。あとまあこういうわざと伸ばしたいとこは切らずにで短くしたいとこはまあ内側に目が折ればもうそこまで戻すみたいなのもまあ判断の中にはあったりで、まあ、全部整えてからもう一回また全体を見てやっぱりここちょっとまだもうちょっと切った方がいいなっていうとこがあればまた切ったりとか、そうですね。一つずつこう狭いとこを見てまた全体を見てっていうのはそういう繰り返しをしていただけたらなおまあ正確な切り戻しというかまあ剪定とも言えますけどもそういう作業になっていくと思います。はい。今回はまあ枝の切り戻しということで以上です。盆栽からしたらもったいない北谷4世4代目北谷隆一でした。チャンネル登録お願いします。